皆さんこんにちは、秀樹です。今日はですね、また学生時代の思い出でありまして、横浜中華街の話というのをしたいと思います。大学時代を通じてですね、何度か中華街を訪れたんですけれども、中華街に初めて、行ったのがですね、クラスの仲の良かった友達に誘われて行ったんですけれども、その友人がですね、茅ヶ崎出身の湘南ボーイでありまして、非常になんか東京とは違うまた垢抜け方っていうんですかね、してましてですね、若い割にちょっとませてるというか、でまたそれがちょっと渋いっていうんですかね、そう渋さを感じさせる、タイプの個性ある友達だったですね。それもね、最初からね、割と本当にクールなというかかっこいいね経験だったんですよ。というのはお父さんがですね、船乗りだったんですよね。ということで、その横浜中華街のすぐ近くにね、その船乗りさんが使えるその駐車場っていうのがありましてね、そこにその彼の実家の車なのかなで連れてってもらったんですよ。ね、中華街に行くってことも当時の感じで言うとちょっとかっこいいのに加えて、車でね、しかも中華街の近くに止められるわけですから、これはもう何とも言えないですね。でそれで中華街ってパイローっていうのかな、門がいくつかあるんですけれども、朝陽門のあたりから行ったような気がします。であそこはメイン通りになってるんですよね、ずっとね。でそこにそのきら星のごとく、中華街の高級店がですね、平鎮楼、万鎮楼、華正楼、そういうところをですね、歩いて、もう一つの前輪門っていうんですかね、このメインストリートを歩くわけですね。当然学生なので、そんなにお金を持ってるわけではないので、そこは本当にブラブラ歩くと、雰囲気を味わうということですね。で、途中ね、なんか雑貨屋さんみたいなのがあって、そこでいろいろいかにも中国っぽい雑貨なんかをね見たりして、もう全くちょっと日本と違って、もう海外に来たようなそんな感じだったですよね。実はこっからまた渋いのが、その彼が渋いのはですね、裏通りを知ってるんですよ。でちょうどね、その中ほどにね、香港楼っていうのがありましてね、狭い路地なんですけれども、そこに入っていくわけですよ。ここにいい店があると。いろいろね、そのお店があるんですけれども、その連れてってくれたところっていうのがね、その上海飯店っていうところなんですよ。ある意味ね、ちょっと行きつけまで行かないんだけど、しょっちゅう来てる的な雰囲気でね、彼が連れてってくれて。で要はね、そこの上海飯店っていうのは、いわば中華街の中で一番リーズナブルなお店だったんですよ。で店舗も本当に町中華みたいな感じの、狭い店舗で、そこでね、ここで食おうぜみたいな感じで、食べましたですね。ちょっと新たに自分が大人に近づいたというか、なんかね、中華街を自分のテリトリーにしたぞ的なですね、そんな雰囲気をちょっと自分で持ったわけですよ。あとね、やっぱり行ったお店がね、お粥のお店ですね。その先ほど言ったね、朝陽門から入るとすぐ写天機ってのがあるんですよ。でもう一つね、そのさっきの香港楼の、ところに安記ってのがあって、この2店舗がね、お粥屋さんなんですね。ここはね、両方よく行きましたよ。で値段も安いと。中国風のお粥というものはどういうものかというのも学びながらね、また一歩大人になったようなそんな感じだったですね。大学3年間で行ったのは、この上海飯店と安記写天機ぐらいしかないんですよ。でこの3店舗が当時中華街で一番、安いお店だったんですよね。いかにも学生らしい感じでありまして、
その後中華街っていうのも福岡に住んでいた時にはよく長崎に行ったんですよね。その長崎の中華街、ここも楽しむことができましたし、でその後、神戸にも住んだので神戸の中華街もよく行きましたし、で今カナダのブリティッシュコロンビア州にいますけれども、バンクーバーの中華街っていうのはものすごく大きいんですよ、広いんですよ。だからね、中華街はねいろいろとこう縁がありまして、ただやっぱり原点はあれですね、中華街の原点は僕にとって横浜なんですよね。またいつか、横浜中華街に行きたいと思っています。今日は中華街のお話でした。それでは皆さん、今日もいい一日をお過ごしください。さようなら。